皆さんこんにちは。こちらのセッションにお越しいただきましてありがとうございます。私、トレジャーデータの CMO をしております宮野と申します。私のですね経歴を少しお話しさせていただきたいんですけれども、私昨年の11月にトレジャーデータに入社して、CMO を務めているんですけれども、今までですねもともと私新卒でロレアルという世界で一番大きな化粧品会社ですね、フランスの化粧品会社でマーケティングをした後にアマゾンに行って、ジョンソン・ジョンソン、それから、ゴディバですねに行って、その後は複数社の役員とやっておりました。でほぼ全てのですね会社で実はトレジャーデータを導入しております。でなぜトレジャーデータを導入したかということなんですけれども、私のおりました非常に大きな会社ですね、マーケティングが非常に強い会社ですけれども、そういった会社ではですねパーソナライゼーションというのがマーケティングのキーであるというようにですねすごく言われてるんですね。でいかにパーソナライゼーション、そしてリアルタイムにやっていくか、顧客可視化をしていくかっていうことを考えた時にどうしてもトレジャーデータが導入が必要だということでですね世界的に入れていくというようなことをやっておりました。で、そのきっかけもありまして、私今トレジャーデータにおります。はい。でまずトレジャーデータという会社なんですけれども、私たちですね2011年にシリコンバレーで3人の日本人が創業しております。この会社日本人が創業したということで世界でも今非常にリーダーの位置にいる、CDP のプレイヤーですけれども、日本人のおもてなしの DNA を持っておりますので、非常に日本のお客様に使いやすいような設計となっております。でまたR&D もですね日本にありますので、日本のお客様のニーズに応えて商品開発っていうのもさせていただいているという状況でございます。またですねシェアが 44%、 日本では8年連続シェアナンバーワンという状況でありまして、非常に大きく成長している会社でございます。世界のですね三大 IT リサーチと言われますけれども、フォレスタ、それから IDC、ガートナー、こういったですね有料なリサーチ会社からもリーダーという位置づけに私たちいる状況です。世界でも日本でも CDP ではリーダーの位置におります。先ほどちょっと触れたんですけれども、私もともとマーケターなんですね。でブランドマーケティング、それから CRM すべてのマーケティングを見ていて、マーケティングをやる上で一番重要なのは顧客可視化、それから、パーソナライゼーション、これがですね世界的にも非常に重要になっております。でその背景として、この私たちの CDP 真ん中にありますダイヤモンドの形しておりますけれども、顧客情報をですね私たちダイヤモンドレコードというふうに呼んでおります。でこちらの左側にあるものがお客様がお持ちの情報ですね。例えば売上データ、顧客情報、それからですねウェブサイトの行動履歴、こちらをすべてですね私たちのシステムですね統合いたします。でそれによってお客様の顕在化されているニーズだけではなくて、まだ顕在化されていないニーズというのもウェブの行動データから、導き出してですね顧客セグメントを作って、こちらの左側にあるもので MA の機能ですね、最適な、お客様に最適なコンテンツを最適なタイミングで最適なツールをでお届けするということを実施する、この中核になるのが CDP という形でございますけれども、私たちのメインのビジネスはカスタマーデータプラットフォーム、こちらの CDP という形になっております。で最近ちょっと非常に暑くなってきていてですね、そろそろ冷やし中華の季節になるかなというふうに思ってるんですけれども、よくこういう冷やし中華始めましたっていう旗見られると思うんですけれども、私たちですね AI 搭載の MA を始めましたので、こういった形で今プロモーションをさせていただいております。でその第1弾の名前がですねエンゲージスタジオというもので、 AI ファーストなプロダクトとして提供をしております。最大の成果を最短で目指していくということで、こちらをリリースいたしました。でこの背景なんですけれども、まず私たち常にですね市場ニーズを見る、それから顧客ニーズを見るということで商品開発を行っております。この SaaS のビジネスというのはですね非常に多数のツールをですね皆さん使われているかなというふうに思うんですけれども、昨今のニーズですね、これはアメリカですとかヨーロッパもそうですけれども、日本のお客さんもそうなんですが、多数のツールをできれば一つにしたいというような多くのニーズをいただいております。でまたですね導入したのが結構前ですとか、あとは最近導入したとしても非常に大きなブランドさんの場合ですと、どうしてもこう
買収で大きくなっている会社さんが多いので、パワーポイント上だとこうデータがつなぎ合わさっているように見えるんですが、実はそれがこうシームレスにつながっていないというケースがあるんですね。でそういったことに対してどうしてもちょっと危惧があるですとか、老朽化してきてますというようなニーズがあります。でこのニーズに対して私たちはどう答えていくかということを考えました。でトレジャーデータとしてはオールインワンの機能をきちんと積んでですね、お客様に向き合っていくということを市場ニーズに対して叶えていくということを実現します。でまたですね、技術の進化ということで AI が発達してきてますので、どうしてもですね AI を積んだ、最新の機能を使いたいというニーズがございます。で私たちはですね、そのニーズを2つ踏まえてですね、MA が CDP の上にシームレスに乗っているというような形のプロダクト設計になっております。このですね顧客情報ダイヤモンドレコード、これによって全方位で顧客を可視化します。でその可視化によってですねパーソナライゼーションができるということになっておりますし、これがリアルタイムで行うことができるんですね。きちんとリアルタイムでつながっていないとですね、どうしてもバッチ処理で、例えばお客様が来店した後にポイントを付与して、でそのポイントと、購買行動によって何かコミュニケーションをする、ここに対してですね1日ですとか2日ですとかどんどんと時差が生まれるというようなことがあったりしますけれども、これをもう即時で行う、そんなことが実現できるということになっています。で先ほどちょっとお伝えしたダイヤモンドレコードのところですけれども、この CDP 真ん中にあって左側にあるものを皆さんのお持ちの顧客データ等ですねだと思った時に、顧客のデータ、売上データ、キャンペーンデータ、それからウェブの購買行動で、それを全て見るのがこの真ん中にあります CDP ですね。 CDP のところで顧客可視化を行います。で顧客可視化をした結果、このお客さんはどういったニーズがあるのか、どのタイミングでどのツールだったらコンバージョンするのかっていうのを見ていかれる、このこちら側ですねのところですけれども、これの新商品のプロダクトエンゲージスタジオというものですけれども、ここに対して AI を搭載しているというところです。基本的にはですね、この我が社の CDP だけではなくてもさまざまなテックのツールを入れますと、どうしてもこう組織を変えたりとか人を採用したり、また新たなスキルをつけていただく必要が出たりっていうことがどうしてもあると思うんですね。でそこがどうしてもハードになるということがありますので、そこを AI の力をこの真ん中に踏まえまして、 AI の上で AI のエージェントが動く、まるでですね自分のスタッフ、自分の部下ができたような形で AI エージェントが作ってくれる、それを実現するというのが私たちのプロダクトでございます。はい、で実際にですね、このように書いてますけれども、最大80%の業務効率を削減しているんですね。で後ほどデモでもお見せしますけれども、顧客可視化をして最適なタイミングで最適なコンテンツを最適なツールで行う、ここのところの実装の部分をですね非常にスピーディーに AI エージェントが行う。でまたこれがリアルタイムでできるということになってございます。ですね。で実際ですね、株式会社 TSI さんも私たちのお客様ですけれども、お使いいただきましてですね、工数の削減が66%で、また年間の ROI が230%を想定しているということで、非常に大きな結果が出ておりますということで、感謝のご連絡をいただいております。で AI エージェントの搭載型の MA なんですけれども、こちらのエンゲージスタジオというものをデモをお見せしたいと思います。今回ちょっとデモといってもですね、自動で作るものを持ってきておりませんので紙芝居形式にはなるんですけれども、こちらのデモをお見せします。例えばトレジャーバイクスという自転車のブランドをもし私が持っているという想定で聞いていただきたいんですけれども、この、トレジャーバイクスの売り上げを上げるためのマーケティングをこれからやっていきます。このですね AI ファンドリー AI エージェントファンドリーというプロダクトになりますけれども、こちらで作ったさまざまなエージェントがマーケターの代わりに分析、それから実装までシームレスにお手伝いしてくれるというものになります。はい、でこれが、トレジャーバイクスという自転車のブランドの、ものになりますね。でこれからご紹介するのはエンゲージスタジオというですね、誰でも直感的にマルチチャンネルキャンペーンを設計して実行できる UI を積んでおります。でもう一つが AI エージェント、マーケターの意思決定をする AI のアシスタントですね。この2つを実装していきます。
でこちらが管理画面になっておりまして、 AI エージェントであるですねオーディエンスエージェントと会話をする画面がこちらになっています。で通常ですねこういった仕組みを使う時っていうのは SQL を書いたりとかですね、結構難しいやり方ってあると思うんですけれども、全て会話形式で実装ができるようになっております。でまず、こちらでは最適なプロモーションを CRM でかけるという前提になってますけれども、まずその CRM をかけるときに、ユーザーのインサイトを知るっていうことが必要だと思うんですね。よく CRM だと RF 分析をしてですね、誰がロイヤリティ高いのかっていうことを見ていって、ロイヤリティが高い人、離反傾向がある方に別々のマーケティングを仕掛けるっていうことをやったりすると思うんですけれども、その前提になるですね分析というのをこちらでエージェントにお願いをするという画面でございます。でじゃあロイヤリティの高いユーザーに対して聞いてみましょうということですね。で聞いてみますとですね、こんな感じでバーッと出てきますね。でこれ見ていただきますと、例えばロイヤリティの高い方の購買傾向とかですね、反応の高いチャンネル、メールが 8% とか LINE が 9% ですというようなことですね。でさらに推奨されるキャンペーンアイデアまで、こちらが AI で、自発的にですね、提案してくれます。でこれを見ていただくとですね、例えばマーケターでも非常に戦略に優れた人であれば数字を見たりしても戦略で作れると思うんですけれども、まだジュニアの方だとそれができないということもあると思うんですね。ところがこのエージェントを使いますとですね、非常に優れた回答をくれるんですね。誰でも簡単に戦略立案までが AI と一緒に進めることが可能になります。得られた分析結果をもとにですねセグメントを作って、実際にその方へのパーソナライズなのコミュニケーションをするというのがこちらのジャーニーになります。でこのジャーニーもですね設計を実は AI がやってくれます。先ほどのこのロイヤリティ高い方にどのツールでどんなコミュニケーションをしたらいいですかねみたいな話をすると、こんな形でですね、これオーディエンスのエージェントになりますけれども、この方が A という行動を取ったらこれで発射しますみたいな、こちらでこう分岐が全部自動的にですねなるような仕組みになっています。で次はですねオーディエンスエージェントに戻ってですね、このジャーニーに合わせたメールコンテンツを作ってくださいという指示をします。先ほどのはですねジャーニーを作ってたんですね。でこの後はコンテンツ、実際のメールのコンテンツを作るという指示に変わっていきます。でそうするとですねメールエディターとメールエージェントが立ち上がります。でここからまた会話を進めていただきますとですね、このように自動的に HTML メールですね自動生成されるということになっています。でこの時点ですね最適な方に最適なコンテンツを最適なツールで最適なタイミングでお届けするということが全て自動でできるようになってございます。でまたここに入っているこのプロモーションですね、このプロモーションもですね過去の、顧客行動とか全て見た上でこういったキャンペーンはどうですかというような提案までしていただけるようなツールになっています。はい、でそのままですねビジュアルデータはですねこちらの画面でですねご自身でも編集可能になっておりますので、例えばブランドガイドラインに合わせて画像やカラー、レイアウト等も編集ができるようになってございます。で最後ですけれども、これちょっとダッシュボードなんですね。でやっぱりこのキャンペーンをするという上で非常に重要なのは、その結果がどうだったのか、次のアクションをどうするべきかというようなキャンペーンダッシュボードって非常に重要ですよね。でそのキャンペーンダッシュボードの中でファーストパーティーデータを用いまして全チャンネル横断で ROI を一元的に可視化できるツールとなっております。非常にですねこの AI によってですね次のアクションまでを見える化するということになっております。データの収集から分析、可視化、キャンペーン実行、パフォーマンスの可視化、そして次の一手まで全てが一気通貫でリアルタイムに実現できるというものになっています。メール、アプリ、それから LINE、SNS など全てのチャンネルを横断して実現可能なものになります。マーケターはですねチャンネルごとのサイロを意識せずに顧客単位での ROI を正確に把握できるようなものになっております。これがですね AI と CDP、そしてエンゲージメント、これが融合した新しいマーケティングの基礎であるというふうに我々は考えております。こちらがお問い合わせ先になりますので、ぜひよろしければですね今の話にですねご興味をある方はですねお問い合わせいただければなというふうに思っております。我々現在ですねキャンペーンもしておりますので、乗り換えの費用とかですね例えば他社さん使われてて乗り換えされる時にですね費用がかかるよというところもあると思うんですけれども、そういったものにもご相談できるようないただけるようなキャンペーンっていうのを現在ご用意しておりますので、ぜひ積極的にですねご連絡いただければなというふうに思っております。
はい、最後のお知らせになりますけれども、実はですね、7月1日に吉田麻也さん、LA ギャラクシーのキャプテンされている日本人のサッカー選手の方ですけれども、彼にスポークスパーソンとして就任いただいております。で、今一緒にですね、これから1年間かけて活動していきますが、我々トレジャーデータは日本人創業の会社で世界で成功している会社です。で、吉田麻也さんも世界で活躍している日本人の方でいらっしゃいますので、一緒にですね、日本の市場、それから日本人として世界に出ていけるような形でですね、皆さんを応援したいという気持ちで、一緒にスポークスパーソンとしてやらせていただいております。で、こちらに書いてあるイベント2つございまして、 CDP ワールドラスベガスでありますけれども、10月の末ですね、こちらで石田麻也さん登壇予定になっております。もちろん試合の結果次第になるんですけれども、現状ですね、キーノートへの登壇、それから、日本のお客様とのディナーセッションがご一緒できるという形になっております。で、次が12月2日ですね、トレジャーデータコネクテッドワールドというものが日本で行います。東京の、パレスホテルでですねやりますけれども、こちらでもご登壇いただく予定ですし、一緒にお話しいただいたり写真撮影していただいたりということを可能な風にしておりますので、ぜひこちらの方にもご興味ありましたらご参加いただければというふうに思っております。はい、以上になります。ありがとうございました。